ちは、ミクロミカです。初めましての方もそうでない方も聞いてくださってありがとうございます。この番組、繊細さんでも夢は叶うミクロミカのゆるふわマインドセットでは、繊細で感受性が強くてちょっと生きづらさを感じやすい人が、それでも自分らしく夢や表現を諦めずに生きていけるような、そんなヒントをマインドセットという切り口からゆるっとお届けするポッドキャストです。今日は第3回目ですね。今回のテーマは、ノーと言えなくて疲れる私が優しさを手放さなかった理由についてです。突然ですが、皆さんは誰かに何かを頼まれた時断れますか？私はね、昔から断るのが本当に苦手でした。例えば仕事でこれお願いできるって言われたら、スケジュールがいっぱいでも大丈夫です、やっときますよとか言っちゃったり、友達に誘われて今日はすっごい疲れてるから家でゆっくりしたいなって思ってても、なんか断ったら悪いなと思って行くよって元気なふりして言ってしまったりとか、そういったことがすごくあるんですよ。でその時はちゃんと答えられてよかったなってほっとするんだけど、家に帰るとどっと疲れて、なんか自己嫌悪に陥っちゃうんですよね。なんかまた断れなかったなとか、本当は行きたくなかったのになんか無理しちゃったなみたいな。でもね、ある時気づいたんです。私は優しい人になりたいんじゃなくて、嫌われたくない人になってたんだなって。本当の優しさって相手に合わせることじゃなくて、自分にも相手にも正直でいることなんですよね。でも当時の私はいい人って思われたい、嫌われたくないっていう気持ちが強すぎて、断るイコール悪いことって思い込んでたんですよ。そんな自分に疲れ切ってたある日、私の友達がふとこう言ったんです。人の期待に応えようとする姿は素敵だけど、ちゃんと断れる人もかっこいいと思うよって。その言葉を聞いて、私は今まで優しさを我慢で表現していたんだなっていうことに気づいちゃったんです。皆さんも思い当たる節ありませんか？それから私は少しずつ練習するようになりました。ごめん、今日ちょっと忙しいかもって柔らかくノーを伝える練習とか、無理してやらなくてもいいんだよって自分に言ってあげる練習。それでも今でも断るのってちょっと怖いです。罪悪感もあるし、なんか嫌われちゃったかなって思うこともある。でもノーって言えるようになってから心の余白ができて、優しさの質が変わった気がしています。以前よりもちゃんと相手の話を聞けるようになったし、無理せず人と関われるようになったなというふうに感じています。だからもしノーが言えないことで悩んでいるなら、それはきっとあなたの中に相手を思いやる気持ちがちゃんとある証拠。それってすごく素敵なことです。でもあなたの心と体はあなたが守ってあげないといけないんです。ノーということは自分を守るための大事なイエス。今日の話があなたの心に少しでも届いてたら嬉しいです。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。繊細さんでも夢は叶う。ミクロミカでした。バイバイ。